皆さん、こんにちは。ゆうあみです。農学チャンネルのご視聴ありがとうございます。このチャンネルは約650年受け継がれる日本の伝統芸能、農学についてわかりやすく紹介していくよ。ぜひ、最後まで見ていってね。本編前にゆうあみからお知らせだよ。農学チャンネルのグッズができたよ。ぜひ、概要欄のリンクを見てみてね。ゆうあみとのコラボやリクエストがあればコメントしてね。さて、前回、観阿弥が猿楽に様々な改革を加え、今日で人気を博し、さらに足利義満に気に入られたことで、猿楽の地位は向上したね。今回は世阿弥だよ。能の体制とは一体何なのか、世阿弥の功績とは何なのかを一緒に見ていこうね。観阿弥が31歳の時に生まれた世阿弥は、幼名鬼夜叉、藤若、実名元清。鬼夜叉とはまたすごい名前だね。さて、世阿弥は幼少の頃から父の一座に出演しつつ、お寺で学問も学んでいたとかで、当時は読み書きできない人の方が多かったから、英才教育と言ってもいいよね。大体何を見てもイケメンとあるけど、残念ながら若い頃の肖像画などは残ってないの。11か12歳の時、今熊野の沿道をきっかけに将軍義満の寵愛を受けるよ。その寵愛具合を将軍の側近の者は身分不相応として妬み、じっとしていることが文献に記録されているんだよ。世阿弥は将軍義満だけでなく、歌人の二条義元、武将の佐々木同様らの庇護を受け、和歌、連歌をはじめとする上流の教養を身につけて成長していくんだね。1384年、世阿弥21歳頃、父、観阿弥が急逝したことで、観世座の大夫となり、その中で優雅で美しい歌舞中心の大海猿楽のリーダー格であった犬王こと道阿弥と出会い、世阿弥は大きな影響を受け、絶賛しているよ。また、田楽信者の有力な役者、増阿弥ともライバル関係で、その人気を争っていたよ。世阿弥は、父観阿弥はもちろん、これまでの先人の芸に加え、ライバルの芸のいいところも取り入れ、モノマネ中心だった猿楽に、幽玄な美しさを持つ犬王の天女舞を、田楽能から歌舞の要素を取り入れ、美しい歌と舞が中心となる芸術的な能に洗練させていったんだよ。いいものは取り入れるのは父、観阿弥譲りだね。増阿弥が世阿弥の能を評してこう言ったんだって。ありがたや和光守護の日の光、豊かに照らす雨がしたとたっぷりと歌い通す芸は犬王に似ている。アリ同士の最初から終わりまでまさに艶を見るがごとき、水黒いして専門の曲舞のごとく舞う姿は観阿そのものであった。現代では能楽イコール観阿弥、世阿弥だから世阿弥が役者として群を抜いていたかと思いきや、達人に囲まれる中でその芸を吸収する能力が高かったんだね。世阿弥は芸を磨くと同時に多くの台本を作り出し、父の遺訓、また自ら会得した芸術論をまとめていったよ。世阿弥の伝書として21種が認められていて、代表的なものが風刺家伝、鹿道、家教で、道のため、家のためとして実演、失作、理論の諸方面で能楽の体制に努めたよ。伝書というのは誰にも彼にも見せるものではなく、後継者として認められたものだけに伝えられた、いわば殿下の宝刀。
それが一般に出回るようになったのは明治以降のことみたい。道のためとは、農学が後世も長く生き残っていくため、家のためとは座が生き残っていくため、そして世阿弥が望んだ通り、650年経った現代でも、私たちは農学を目にすることができているんだね。だから、歴史的、文化的遺産としてだけではなく、内容は芸術論にとどまらず、現代では哲学書、人生論、ビジネス書として農薬者以外にも多くの人々に支持されているんだよ。私たちは世阿弥が残した言葉を今も知らず知らず使っていたりするんだけど、知っているかな？ 3 回目の農学のルーツをたどる動画、どうだったかな？偉大な先人たちとそれを吸収、分析し、文字として後世に残した世阿弥。能の体制とはどういうことだったかわかったかな？とはいえ、世阿弥の人生が一生安泰だったかというと、後半は波乱含みだったんだよ。そして、その後の農学は、良くも悪くも時代に翻弄されていくの。それは、また別の機会に解説するね。動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひお願いいたします。ゆうあみでした。またね。